今日は花粉症と睡眠の関係という非常に今悩んでいる方の多いお話に行きたいと思います。春です。楽しいこといっぱいあります。希望に満ち溢れた春、しかし大敵はくしゅくしゅということで、アレルギーですよね。なんと全国でアレルギーを持っている人、アレルギー疾患を持っている人、どのぐらいの数いると思いますか？結構いそうですけどね。じゃあクイズ、1番約半数2分の1、2番3分の1、3番10分の1。10分の1ぐらいですか。なんとちょっとこれね、平成28年の、全国的な調査によれば2分の1、半数の人口がなんとアレルギーを持っている。なんかやっぱり日本人ってすごく海外の人と比べてもアレルギーとか花粉症とかいう言葉が非常に持ってる方多いなっていうのはあるんですけど、これ日本の国民的な体質なのか、そういう環境的要素、杉が多いとか豚草とかいろんなこうね、アレルギー物質、ファースタスとか含めて多いのか、ちょっと私もアレルギー科ではないので整形外科の立場からではそこはちょっと言及できませんが、とにかくアレルギーが多いということは整形外科で診療している中でも非常に感じるところなんですね。今日はそこにぐさっと入っていきます。はい、こちらご覧ください。この論文はですね、平成28年に出た、筑波大学のタミヤ教授という女性の教授の方の研究で素晴らしいなと思ったんですけれども、この先生のお話ではこのアレルギー性鼻炎、アレルギーを持っている人が、病院に通っている方と通ってない方っていうのを比較して、睡眠の質、眠りと心理的なストレスっていうことについて比較研究をされたんですけれども、なんとですね、アレルギー性鼻炎 80% 以上の人が睡眠が不十分だと感じているそうです。また 70.5% の人は日中に眠気を感じている。すごい数値じゃないですか、これ。高いですね。ですよね。ちなみにどうですか？私もアレルギー性鼻炎があって、お昼眠気の強いですよね。年間通してね、ご飯の後眠いとかありますけど、それにしてもやっぱりアレルギーあると眠さが強いっていうのはよく実感することです。はい、ということで、なんと20代から79歳すべての年齢において睡眠の質が低下し、心理的ストレスを感じているっていうことがこのアレルギー性鼻炎、アレルギー体質の方にあるということが分かったんです。で、経済的に言うとすごいことは分かったんですけれども、労働生産性、もちろん仕事効率落ちますよね。くしゃみしたり集中力なくなったりってことで仕事のパフォーマンス上がらないじゃないですか。結果的に経済損失、なんと年間で4兆円以上日本の生産力を落としてるっていう結果が出たんです。ほっとけない問題ですね。はい。そのアレルギー性鼻炎は具体的にどういったやっぱり影響を及ぼすのかっていう、睡眠に対する影響ということですね。はい。じゃあ、アレルギー性鼻炎がどのようにしてこの睡眠の質に関わっているのかっていうところをひたなずですけど図を描きました。はい。まずくしゃーんくしゃーん、なぜか鼻が出るのに鼻が詰まりますよね。はい。鼻詰まり。鼻詰まりが起こるとどうなります？息がしにくいね、息しにくくて口呼吸になっちゃいません？鼻詰まってるから口で呼吸しようと思うわけですよね。で、口呼吸になるとどうなるかっていうと、喉が渇きますね。カラカラ、喉カラカラ、喉も辛いし咳き込んだり喉の症状出てきます。さらにはいびきが出る。いびきですよね。ここまで来ると本格的に睡眠の質が下がるということが起こるわけです。考えてみれば
実感してるんじゃないですか。はい、確かにやっぱり寝始めてから深夜ぐらいには苦しくて、何回も目が覚めたりとか、何回も鼻かんだりとか、ああね、自分でなんかたまにいびきで目が覚めちゃうみたいなこともあったりします。はい、もう一つがですね、こちらくしゃみ鼻水をすることによって今ちょっとおっしゃったけど中途覚醒が起こるわけですよ。本当だったら寝て朝起きるまで一度も起きなくて済んでたのにってなって夜中目が覚めてしまうわけですね。そうすると中途覚醒を何回も何回もして睡眠が分断されてしまうと睡眠の質が落ちる。喉や呼吸の方から来る問題ともう中途覚醒そのものが睡眠の質を下げてしまうということで、結果的にアレルギーの方は睡眠が悪くなってしまうということが分かったんです。はい、ということで、もろもろのメカニズムによってくしゃみ鼻水アレルギー反応から眠りが悪くなってしまうんですよね。はい、では対策です。はい、ダイレクトに聞きますからぜひ実践してもらいたいんですけれども、対策5つあります。はい、1番、寝る前ぬるめのシャワー。もちろん帰宅してすぐはシャワー浴びてほしいんですけど、寝る前に、ぬるま湯のシャワー浴びることでまたさらに体にくっついてるこの花粉しっかりと落としてから寝てほしいんですよ。でその時にね、鼻うがいやってますか？鼻うがいはやってないですね。鼻洗いとか鼻うがいとかありますけれども、これね慣れると結構やらなくてはなれないぐらいやりたくなっちゃうもんなんですよ。喉うがいするときに鼻にもシュッて水を含めて出す、これだけ。特別何にも薬も何も使う必要ないので、喉のうがいとともに鼻も洗う。実はこの鼻の奥って喉につながってますからね。はい、そこに行くのはまず鼻の穴から入った、アレルギー物質なので、それを取り除くっていう意味ではとっても鼻うがい有効だと思ってます。はい、3番目、空気清浄機と加湿器。これ読めます？ヘパフィルターですか？そう、最近ね電気屋さんとかねネットで見るとヘパフィルターって言葉よく見るんですよ。これ何かっていうと高性能微粒子除去フィルターなんですよね。要は花粉とか、ホコリとかウイルスとかすごい微粒なそういうものも全部排除してくれる高性能のフィルターなんですね。このヘパフィルター付きの空気清浄機なんて買うと、すごくいいです。で加湿、なんで加湿が大事か分かります？加湿でその湿ってるとウイルスとかホコリが落ちる。実はこれ軽いんですよね。ウイルスにしても花粉にしても。そういうものが加湿器でお水を炊いて水の粒子とくっつくとね落ちるんですよ。それによって下に行くので吸い込まなくて済む。だから床はちゃんと掃除しないとダメですよ。はい、4番目、リラックス。当たり前のようですけどやっぱりカフェインを取らない、アルコールを取らない、スマホ、パソコンを夜やらないみたいなリラックスも大事だけど、こういうの全部排除すると逆にリラックスしない人もいますから、適度にっていうことですね。はい、最後、規則正しい生活してますか？規則正しい生活たまに夜更かしすることありますありますよね。その鼻が詰まっちゃって寝れなかったりすると変な時間に寝てしまってちょっとうたた寝なんか長くやっちゃったりするとまた夜の睡眠が悪くなるっていう悪循環になるので、しっかりとこの規則正しい生活、体内時計を整える、睡眠のリズムを整えるっていうことできちっとした時間の管理っていうのはとても大事です。最近の研究ではね、寝る時間を同じにするよりも朝起きる時間を同じにすることがとっても大事って言ってる研究者の方もいます。はい、最後です。何か質問があるとか？先生、枕は効果はありますか？枕は別に鼻に入るわけじゃないから鼻に直接効くわけじゃないですよね。だけど枕でしっかりと良い睡眠が取れる、深いノンレム睡眠が取れる、そのことは結果的に
睡眠の質を上げて夜中に中途に起きなくなったり、究極はそれによって免疫機能がアップするわけです。そうなんです。深い睡眠が取れると人間の修復能力、免疫能力、こういったものが上がるので、睡眠を良い状態で取るっていうことはもうベースのインフラのインフラっていうことになります。いろんなね不眠の原因ありますけど、私は睡眠の土台インフラは、寝る姿勢、特に枕だと思っていますので、枕を整え良い睡眠をとることでファイト、アレルギーに対して、抵抗する能力、体の能力をつけましょうというのが、今回のまとめとなります。皆さん枕でぐっすり休んでアレルギーと戦ってください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。